今日は東京の世田谷区にある等々力渓谷を歩いた時のことを話したいと思います。東京と聞くと高いビルや人の多さを思い浮かべる人が多いと思いますが、この場所に来るとそのイメージが少し変わります。駅を出て普通の住宅街を歩いているだけなのに少しずつ音が変わり、空気が柔らかくなっていくのを感じました。入り口に近づくと車の音が遠くなり、代わりに木の葉が動く音や水の流れる音が聞こえてきます。大きな看板や派手な入り口はなく、ここから渓谷が始まりますと強く言われるわけでもありません。でも、その静かな変化がとても自然で、気づいたら別の場所に来ていたという感覚になります。階段を降りて渓谷の中に入ると、目の前の景色が一気に変わりました。高い木に囲まれ、光は優しく差し込み、足元には細い道が続いています。川の水はきれいで、音も強すぎず、ずっと聞いていられるような静かな流れでした。東京にいるはずなのに、遠くに来たような気持ちになります。歩いていると、人の声はありますが、大きな話し声は少なく、みんな自然に合わせて静かに歩いているように見えました。急いで進む人もほとんどいません。写真を撮る人もいますが、長く立ち止まって景色を見ている人の方が多い印象です。この場所では、何かをしなければならないという気持ちが自然と弱くなっていきます。道はそれほど長くありませんが、短いとは感じませんでした。ゆっくり歩き、時々立ち止まり、水の音を聞いていると、時間の流れが変わったように感じます。スマートフォンを見る回数も減り、次に何をするかより、今見えている景色の型が大切になっていきました。こうした感覚は、普段の東京ではなかなか味わえないものだと思います。途中で少し開けた場所に出ると、空が見え、光が増えました。そこでも、無理にきれいに見せようとする感じはなく、自然のままの形が残っています。人工的なものが少ないからこそ、安心して立っていられるような気がしました。自然がここにいていいよと言ってくれているような、そんな空気があります。歩き続けていると、体の力が少しずつ抜けていくのがわかります。疲れているわけではないのに、肩や背中が軽くなり、呼吸も深くなっていました。特別な運動をしたわけではありませんが、自然の中を歩くこと自体が、体と気持ちを整えてくれるのだと感じます。渓谷を出る頃には、また住宅街が近づいてきます。でも、急に現実に戻された感じはありません。静かな時間が体の中に残ったまま、ゆっくり日常へ戻っていくような感覚でした。駅に向かって歩いていても、さっきまでの水の音や木の色が頭の中に残っています。等々力渓谷は遠くへ旅行に行く時間がなくても少し別の世界に入ることができる場所だと思います。たくさん歩かなくてもいいし、特別な知識も必要ありません。ただ、静かに歩いて自然を感じるだけで十分です。東京の中にこうした場所があること自体がとてもありがたいと感じました。この場所で過ごした時間は強い思い出として残るというより、後からじわじわ効いてくる感じがあります。忙しい日が続いたとき、ふとまた行きたいなと思い出すような、そんな存在です。等々力渓谷は
東京の中にある静かな休み時間のような場所で、気づかないうちに心と体を少し軽くしてくれる場所だと思います。今日は東京の下町にある谷中銀座商店街を歩いた時のことを話したいと思います。東京には有名な観光地がたくさんありますが、谷中銀座商店街は写真を撮るために行く場所というより、人の生活を感じながら歩く場所だと感じました。駅を出て坂を降りながら商店街に近づくと、少しずつ人の声や食べ物の匂いが混ざってきて、自然と歩くスピードがゆっくりになります。商店街の入り口に立つと、道の両側に小さなお店が並び、どこも近い距離でつながっているのがわかります。大きなビルやきれいすぎる看板はなく、昔からここにあったような雰囲気が残っています。店の前には、今日のおすすめや値段が手書きで書かれていて、その文字を見るだけでも、この場所が観光用ではなく、毎日の生活の場所だということが伝わってきました。歩き始めると、揚げ物の音や店の人の声が自然に耳に入ってきます。いらっしゃいこれ、今できたよという言葉が特別なセールの声ではなく、日常の会話のように聞こえました。食べ歩きをしている人も多く、コロッケやメンチカツを片手に立ち止まって話している人の姿もあります。急いで次の場所へ行こうとする人は少なく、みんなこの短い道の中でそれぞれの時間を過ごしているようでした。僕も気になったお店の前で立ち止まり、小さな食べ物を一つ買ってみました。特別に高いものではなく、値段も手頃で、ちょっと食べてみようかなと思わせてくれる感じです。揚げたての温かさを感じながら食べると、味以上にその場の空気が一緒に体に入ってくるようでした。ベンチに座らなくても、立ったまま食べる時間がなぜか楽しく感じられます。商店街を歩いていると、観光客だけでなく、近くに住んでいそうな人の姿も多く見かけました。買い物袋を持って歩く人や、店の人と長く話している人を見ると、この場所が見る場所ではなく、使われている場所だということがよくわかります。その雰囲気が歩いている人にも安心感を与えているように思いました。道はそれほど長くありませんが、短く感じることもありません。店を一つ一つ見ながら歩いていると、自然と立ち止まる回数が増え、時間がゆっくり進んでいきます。新しいものを探すというより、今日はどんな日なのかを感じるような歩き方になります。派手なイベントがなくても、人の動きや声だけで十分に楽しい時間が生まれていました。商店街の途中から少し外を見ると、普通の住宅がすぐ近くにあります。その近さが、この場所の大きな特徴だと思いました。商店街と生活の場所がはっきり分かれていないので、どこまでが観光で、どこからが日常なのかが分からなくなります。でも、その曖昧さこそが、谷中銀座の魅力なのだと感じました。夕方に近づくと、人の数が少しずつ変わっていきます。昼間に歩いていた人が帰り、仕事を終えた人や、近所の人が増えてくるようでした。店の明かりも、昼とは違って柔らかくなり、商店街全体の雰囲気が少し落ち着いてきます。その変化を見ていると、一日の流れが自然に感じられました。谷中銀座商店街を歩き終わる頃には、
たくさん見たというより、ちゃんと過ごしたという気持ちが残りました。特別な思い出が強く残るわけではありませんが、その分、体に優しく残る時間だったと思います。何かを達成したり、有名な場所に行ったりしなくても、人の生活に触れるだけで、旅のような時間は作れるのだと感じました。谷中銀座商店街は、東京の中にありながら、東京らしく急がなくていい場所です。食べ歩きをしながら、下町の空気を感じ、日常の中に少しだけ入っていく、その体験がとても自然でした。ここは何度も行きたくなる場所というより、気づいたらまた歩いている場所なのかもしれません。谷中銀座は東京の日常がそのままゆっくり流れている優しい商店街だと思います。今日は東京の世田谷区にある豪徳寺を訪れた時のことを話したいと思います。豪徳寺と聞くと、たくさんの招き猫を思い浮かべる人が多いと思いますが、実際に足を運んでみると、それだけではない、とても静かで落ち着いた時間が流れている場所だと感じました。賑やかな観光地というより、歴史と静けさが自然に残っているお寺です。駅から歩いて向かう道は、住宅が多く、東京の普通の街という印象でした。高い建物や大きな看板は少なく、人の声もそれほど多くありません。道を歩いているうちに、気持ちが少しずつ落ち着いていくのがわかりました。お寺に近づくにつれて、空気が変わるというより、自分の気持ちが静かになっていく感じがありました。入り口を通って境内に入ると、外の音が少し遠くなります。木が多く、地面はきれいに整えられていて、歩く音も大きく響きません。観光客の姿はありますが、話し声は自然と小さくなり、みんな周りの空気に合わせて行動しているようでした。ここでは、大きな声を出す必要がないことを、誰もが無意識に分かっているように見えます。境内を進んでいくと、歴史を感じる建物がいくつも並んでいます。新しく作られた感じはなく、長い時間をかけて守られてきたことが、見ただけで伝わってきました。派手な色や装飾はありませんが、その分、落ち着いた美しさがあります。豪徳寺は、見せる場所というより、残っている場所なのだと感じました。しばらく歩くと、招き猫がたくさん並んでいる場所に着きました。小さな招き猫が、同じ方向を向いて静かに置かれていて、その数に少し驚きます。でも、不思議と賑やかな印象はなく、むしろとても静かで整った雰囲気でした。一つ一つの招き猫には、それぞれの願いや思いが込められているのだと思うと、自然と立ち止まって見入ってしまいます。写真を撮る人もいますが、急いで撮ってすぐ去るという感じではありません。みんな少し距離を取りながら、静かにその場に立っています。招き猫が有名な場所なのに、声が大きくならないのは、この場所全体が持つ空気のせいだと思いました。ここでは、楽しいよりも、落ち着くという言葉の方がよく合います。招き猫の場所を離れて、さらに境内を歩いてみました。人の少ない場所に行くと、風の音や木の葉が動く音がよく聞こえます。その音を聞いていると、頭の中が自然と静かになり、考え事が減っていくようでした。特別なことを考えなくても、ただ歩いているだけで
十分な時間になります。ベンチに座ってしばらく何もせずに過ごしてみました。スマートフォンを見る気にもならず、ただ前に広がる景色を見ていました。豪徳寺では何かをしないといけないという気持ちが起きません。何もせずにいることが、ここではとても自然に感じられます。夕方に近づくと、境内の光が少しずつ変わっていきます。昼の明るさとは違い、柔らかい影が増え、全体の雰囲気がさらに落ち着いてきました。人の数も少なくなり、静けさがはっきりと感じられます。その時間帯の豪徳寺は、とても深い呼吸をしているように見えました。帰る時間が近づくと、もう少しここにいたいと思いましたが、同時にこれくらいでちょうどいいとも感じました。長くいなくても、短くても、この場所は必要なだけの静けさをちゃんと与えてくれます。豪徳寺で過ごした時間は、強い刺激はありませんが、心の中に静かに残ります。豪徳寺は招き猫で有名ですが、それ以上に歴史と静寂が自然に共存している場所だと思います。東京にいながら音や気持ちを少し落としたいとき、この場所はとても大きな意味を持ちます。観光のためだけに訪れるのではなく、自分の時間を整えるために立ち寄りたくなる、そんなお寺でした。今日は新宿にある東京都庁展望室に行った時のことを話したいと思います。東京都庁と聞くと、仕事や手続きの場所というイメージが強いですが、その上にある展望室は、意外と知られていない静かな穴場スポットだと感じました。賑やかな新宿の中にありながら少し視点を変えるだけで、全く違う東京が見えてきます。新宿駅から歩いて向かうと、高いビルや人の多さに、いつもの東京らしさを感じます。周りは忙しそうで、足早に歩く人も多く、空気も少し重たいように思えました。でも、東京都庁の建物に近づくにつれて、その大きさと落ち着いた雰囲気に少し気持ちが切り替わります。入り口に入ると、外の音が弱くなり、空間が広がったように感じました。エレベーターに乗って展望室へ向かうと、数字が上がっていくのを見ながら、これから景色が変わるんだなと自然に意識します。エレベーターを降りた瞬間、目の前に広がる景色を見て、思わず足が止まりました。ガラスの向こうには、東京の街が遠くまで続いていて、建物が小さく見えます。さっきまで自分がその中を歩いていたとは思えないほど、景色が変わっていました。展望室の中はとても静かです。観光客はいますが、声は小さく、みんな窓の外をじっと見ています。写真を撮る人もいますが、長い時間、何もせずに景色を見ている人の方が多い印象でした。賑やかな新宿の真上にいるのに、こんなに落ち着いた場所があることに少し驚きました。窓の外を見ると、東京の街がきれいに広がっています。建物や道がはっきり見え、場所によっては自分が知っている場所も見つけることができます。でも、高いところから見ると、どれも同じ大きさに見えて、特別な場所と普通の場所の違いが少し小さく感じられました。その感覚がとても新鮮でした。天気がいい日には、遠くに山が見えることもあります。空気が澄んでいると、富士山の形がうっすら見えることがあり、その瞬間、
ここが東京だということを忘れそうになります。都会の真ん中から自然を感じられるというのは不思議でとても贅沢な体験だと思いました。しばらく景色を見ていると頭の中が静かになっていきます。下にいるときは人の動きや音に反応して気持ちが忙しくなりますが、ここではその必要がありません。遠くから街を見ることで自分の悩みや考え事も少し距離を置いて見られるような気がしました。展望室は無料で入れるので気軽に立ち寄れるのも魅力です。特別な準備もいらず、時間が少し空いた時に行ける場所ですが、そこで見える景色はとても大きなものです。無料だからという理由で軽く考えていましたが、実際に来てみると、東京の見え方が少し変わりました。夕方になると、景色の色がゆっくり変わっていきます。空が少し暗くなり、街の明かりが一つずつつき始める様子はとても綺麗でした。昼とは違い、夜に近づく時間帯は、街全体が静かに息をしているように見えます。その変化を同じ場所から見続けられるのも、この展望室ならではだと思います。夜景がはっきりしてくると、東京の広さを改めて感じました。数えきれないほどの光が広がり、それぞれの場所で人の生活が続いていることがわかります。でも、高い場所から見ていると、そのすべてが落ち着いた一つの景色に見えてきます。そのまとまりが不思議と心を落ち着かせてくれました。東京都庁展望室は派手な観光スポットではありませんが、静かに東京を見つめ直せる場所だと思います。賑やかな街に少し疲れたとき、視点を上に変えるだけで、こんなに落ち着いた時間が持てるのはとても貴重です。ここで見た景色は、強くキクシーに残るというより、後から思い出したときに気持ちを軽くしてくれる、そんな存在になりそうです。東京の中にある静かな穴場絶景として、そっとおすすめしたい場所です。今日は東京の青山にある根津美術館を訪れた時のことを話したいと思います。東京の中心に近い場所にありながら、ここはとても静かで、時間の流れが少し変わるように感じられる場所です。アートを見るために来たはずなのに、気づけば庭園の空気や音に心がゆっくりと引き込まれていきました。入り口に近づくと、まず建物の落ち着いた雰囲気に目が向きます。派手なデザインではありませんが、線がきれいで、周りの景色と馴染んでいます。中に入ると、外の音が一気に弱くなり、空間が広がったように感じました。話し声は自然と小さくなり、歩く音も静かになります。ここでは急いで動く必要がないことがすぐにわかりました。展示室を歩きながら作品を一つずつ見ていきます。難しい説明をすべて理解しなくても、形や色、空気を感じるだけで十分だと思えました。長く立ち止まって見ている人もいれば、少し距離をとって全体を見ている人もいます。それぞれの見方が許されていて、正しい見方を求められていない感じがとても心地よく思えました。しばらく展示を見た後、庭園へ向かいました。ガラスの向こうに緑が見えた瞬間、気持ちが少し和らぎます。外に出ると、都会の中とは思えないほど静かな空間が広がっていました。木や石、
水の配置がとても自然で、作られた庭でありながら、無理をしていない印象です。歩くたびに、足元の音や風の動きがはっきりと感じられました。庭園の中をゆっくり歩いていると、時間を気にする気持ちが消えていきます。ベンチに座って何もせずに景色を見ている人も多く、誰もそれを不思議に思いません。スマートフォンを見ている人も少なく、みんなこの場所の静けさをそのまま受け取っているようでした。ここでは何かを考えるより何も考えない方が自然です。池のそばに立つと、水の動きがとてもゆっくりに見えます。風が吹くと水面が少し動き、その変化を見るだけで心が落ち着いていきました。庭園の音はとても少なく、遠くの町の音はほとんど聞こえません。東京の中にいるのに、別の場所に来たような感覚になります。再び館内に戻ると、先ほど見た作品の印象が少し変わっていることに気づきました。庭園で過ごした後だと、作品の静けさや空間の広がりがよりはっきり感じられます。アートと庭園が別々のものではなく、一つの流れとしてつながっているように思えました。根津美術館では、たくさん見ることより、ゆっくり感じることの方が大切だと感じます。全部を理解しようとしなくても、正しい答えを見つけなくてもいい場所です。ただ、静かな空間に身を置いているだけで、気持ちが少し整っていきます。外に出ると、また東京の日常が戻ってきますが、急に現実に引き戻される感じはありません。庭園の静けさが体の中に少し残ったまま、ゆっくりと街に戻っていくような感覚でした。歩くスピードも来た時より少し遅くなっていることに気づきます。根津美術館はアートが好きな人だけの場所ではないと思います。静かに過ごしたい人、考え事を少し休ませたい人にとってとても優しい場所です。展示と庭園、そのどちらかだけでも意味がありますが、両方を行き来することで、ここでの時間はより深くなります。東京の中で、こんな風に静かに呼吸できる場所があることを、改めてありがたく感じました。根津美術館は、アートと庭園が一緒になって、心をそっと落ち着かせてくれる、特別な空間だと思います。今日は、東京を走る路面電車、都電荒川線に乗った時のことを話したいと思います。東京にはたくさんの電車がありますが、都電荒川線はどこか特別な目的地へ早く連れて行く電車ではありません。むしろ、乗っている時間そのものが旅になる、そんな電車だと感じました。駅に向かう前から、今日は急がなくていい一日だと自然に思えていたのを覚えています。ホームに立つと車両は大きすぎず静かにそこに止まっていました。新しい電車とは違い、どこか昔の雰囲気が残っていて、その姿を見るだけで気持ちが少し緩みます。ドアが開き、車内に入ると、混んでいる感じはなく、人の動きもゆっくりでした。通勤電車のような緊張感はなく、みんなそれぞれの時間を過ごしているように見えます。電車が走り出すと、すぐに窓の外の景色が近く感じられました。高い場所を走る電車ではないので、家や店、人の顔まで見える距離です。車や自転車がすぐ横を通り、信号の音や街の音もそのまま耳に入ってきます。
移動しているというより、街の中をゆっくり通っているという感覚でした。停留所に止まるたびに少しずつ景色が変わっていきます。大きな変化はありませんが、店の種類や建物の雰囲気、人の様子が少しずつ違います。その小さな変化を見ているだけで、知らない街を旅している気分になりました。降りる場所を決めていなくても不安はありません。どこで降りてもきっと歩いて楽しめそうだと思えます。車内ではスマートフォンを見ている人もいますが、ずっと外を見ている人も多い印象でした。景色が近いので自然と目が外に向かいます。急いで情報を見なくても窓の外を見ているだけで時間が過ぎていきます。こうした時間は普段の生活ではなかなか作れません。途中で住宅が多い場所を通ると生活の音がよく聞こえてきました。洗濯物が揺れていたり、店の前で話している人がいたり、その一つ一つがこの街の日常なのだと感じさせてくれます。観光地のように見せるための景色ではなく、そこにある景色を見ている感じがとても心地よく思えました。電車は速くありませんが、その遅さが気になることもありませんでした。むしろ、この速さだからこそ、周りの様子がよく見えます。信号で止まる時間さえも、落ち着いた間のように感じられました。急いでいない時の移動は、こんなにも優しいものなのかと少し驚きました。しばらく乗っていると、どこまで行こうかという考えも消えていきました。終点まで行く必要もなく、途中で降りる理由もありません。ただ、今この時間を過ごしていること自体が十分だと思えます。旅というのは、必ずしも遠くへ行くことではないのだと、都電荒川線に教えられたような気がしました。夕方になると、窓の外の光が柔らかくなり、街の色が少しずつ変わっていきました。家の影が長くなり、店の明かりが一つずつつき始めます。その変化を同じ席からずっと見ていられるのは、とても贅沢な時間です。電車の中にいながら、一日の終わりを感じられました。降りるとき、特別な達成感はありませんでした。でも、いい時間だったなという静かな満足感が残っていました。都電荒川線は、目的を持って乗る電車ではなく、気分で乗ってもいい電車です。どこへ行くかより、どう過ごすかを大切にできる移動だと思いました。都電荒川線に乗るだけで、東京の見え方が少し変わります。忙しい街の中にも、ゆっくり進む時間がちゃんと残っていることに気づかされます。遠くへ行かなくても、特別な準備をしなくても、旅のような気分になれる。その優しさが、この電車の一番の魅力だと思います。東京の日常の中に、そっと旅を置いてくれる存在として、都電荒川線はとても大切な路線だと感じました。今日は、東京の世田谷区にある等々力渓谷を歩いた時のことを話したいと思います。東京と聞くと、高いビルや人の多さを思い浮かべる人が多いと思いますが、この場所に来ると、そのイメージが少し変わります。駅を出て、普通の住宅街を歩いているだけなのに少しずつ音が変わり、空気が柔らかくなっていくのを感じました。入り口に近づくと、車の音が遠くなり、代わりに木の葉が動く音や、
水の流れる音が聞こえてきます。大きな看板や派手な入り口はなく、ここから渓谷が始まりますと強く言われるわけでもありません。でも、その静かな変化がとても自然で、気づいたら別の場所に来ていたという感覚になります。階段を降りて渓谷の中に入ると、目の前の景色が一気に変わりました。高い木に囲まれ、光は優しく差し込み、足元には細い道が続いています。川の水はきれいで、音も強すぎず、ずっと聞いていられるような静かな流れでした。東京にいるはずなのに、遠くに来たような気持ちになります。歩いていると、人の声はありますが、大きな話し声は少なく、みんな自然に合わせて静かに歩いているように見えました。急いで進む人もほとんどいません。写真を撮る人もいますが、長く立ち止まって景色を見ている人の方が多い印象です。この場所では、何かをしなければならないという気持ちが自然と弱くなっていきます。道はそれほど長くありませんが、短いとは感じませんでした。ゆっくり歩き、時々立ち止まり、水の音を聞いていると、時間の流れが変わったように感じます。スマートフォンを見る回数も減り、次に何をするかより、今見えている景色の型が大切になっていきました。こうした感覚は、普段の東京ではなかなか味わえないものだと思います。途中で少し開けた場所に出ると、空が見え、光が増えました。そこでも、無理にきれいに見せようとする感じはなく、自然のままの形が残っています。人工的なものが少ないからこそ、安心して立っていられるような気がしました。自然がここにいていいよと言ってくれているような、そんな空気があります。歩き続けていると、体の力が少しずつ抜けていくのがわかります。疲れているわけではないのに、肩や背中が軽くなり、呼吸も深くなっていました。特別な運動をしたわけではありませんが、自然の中を歩くこと自体が、体と気持ちを整えてくれるのだと感じます。渓谷を出る頃には、また住宅街が近づいてきます。でも、急に現実に戻された感じはありません。静かな時間が体の中に残ったまま、ゆっくり日常へ戻っていくような感覚でした。駅に向かって歩いていても、さっきまでの水の音や木の色が頭の中に残っています。轟渓谷は遠くへ旅行に行く時間がなくても少し別の世界に入ることができる場所だと思います。たくさん歩かなくてもいいし、特別な知識も必要ありません。ただ、静かに歩いて自然を感じるだけで十分です。東京の中にこうした場所があること自体がとてもありがたいと感じました。この場所で過ごした時間は強い思い出として残るというより、後からじわじわ効いてくる感じがあります。忙しい日が続いたとき、ふとまた行きたいなと思い出すような、そんな存在です。轟渓谷は、東京の中にある静かな休み時間のような場所で、気づかないうちに、心と体を少し軽くしてくれる場所だと思います。今日は、東京の下町にある谷中銀座商店街を歩いた時のことを話したいと思います。東京には有名な観光地がたくさんありますが、谷中銀座商店街は写真を撮るために行く場所というより、人の生活を感じながら歩く場所だと感じました。駅を出て
坂を降りながら商店街に近づくと、少しずつ人の声や食べ物の匂いが混ざってきて、自然と歩くスピードがゆっくりになります。商店街の入り口に立つと、道の両側に小さなお店が並び、どこも近い距離でつながっているのがわかります。大きなビルやきれいすぎる看板はなく、昔からここにあったような雰囲気が残っています。店の前には、今日のおすすめや値段が手書きで書かれていて、その文字を見るだけでも、この場所が観光用ではなく、毎日の生活の場所だということが伝わってきました。歩き始めると、揚げ物の音や店の人の声が自然に耳に入ってきます。いらっしゃいこれ、今できたよという言葉が特別なセールの声ではなく、日常の会話のように聞こえました。食べ歩きをしている人も多く、コロッケやメンチカツを片手に立ち止まって話している人の姿もあります。急いで次の場所へ行こうとする人は少なく、みんなこの短い道の中でそれぞれの時間を過ごしているようでした。僕も気になったお店の前で立ち止まり、小さな食べ物を一つ買ってみました。特別に高いものではなく、値段も手頃で、ちょっと食べてみようかなと思わせてくれる感じです。揚げたての温かさを感じながら食べると、味以上にその場の空気が一緒に体に入ってくるようでした。ベンチに座らなくても、立ったまま食べる時間がなぜか楽しく感じられます。商店街を歩いていると、観光客だけでなく、近くに住んでいそうな人の姿も多く見かけました。買い物袋を持って歩く人や、店の人と長く話している人を見ると、この場所が見る場所ではなく、使われている場所だということがよくわかります。その雰囲気が歩いている人にも安心感を与えているように思いました。道はそれほど長くありませんが、短く感じることもありません。店を一つ一つ見ながら歩いていると、自然と立ち止まる回数が増え、時間がゆっくり進んでいきます。新しいものを探すというより、今日はどんな日なのかを感じるような歩き方になります。派手なイベントがなくても、人の動きや声だけで十分に楽しい時間が生まれていました。商店街の途中から少し外を見ると、普通の住宅がすぐ近くにあります。その近さが、この場所の大きな特徴だと思いました。商店街と生活の場所がはっきり分かれていないので、どこまでが観光で、どこからが日常なのかが分からなくなります。でも、その曖昧さこそが、谷中銀座の魅力なのだと感じました。夕方に近づくと、人の数が少しずつ変わっていきます。昼間に歩いていた人が帰り、仕事を終えた人や、近所の人が増えてくるようでした。店の明かりも昼とは違って柔らかくなり、商店街全体の雰囲気が少し落ち着いてきます。その変化を見ていると、一日の流れが自然に感じられました。谷中銀座商店街を歩き終わる頃には、たくさん見たというより、ちゃんと過ごしたという気持ちが残りました。特別な思い出が強く残るわけではありませんが、その分、体に優しく残る時間だったと思います。何かを達成したり、有名な場所に行ったりしなくても、人の生活に触れるだけで、旅のような時間は作れるのだと感じました。谷中銀座商店街は、東京の中にありながら、東京らしく急がなくていい場所です。
食べ歩きをしながら下町の空気を感じ、日常の中に少しだけ入っていく、その体験がとても自然でした。ここは何度も行きたくなる場所というより、気づいたらまた歩いている場所なのかもしれません。谷中銀座は東京の日常がそのままゆっくり流れている優しい商店街だと思います。今日は東京の世田谷区にある豪徳寺を訪れた時のことを話したいと思います。豪徳寺と聞くと、たくさんの招き猫を思い浮かべる人が多いと思いますが、実際に足を運んでみると、それだけではない、とても静かで落ち着いた時間が流れている場所だと感じました。賑やかな観光地というより、歴史と静けさが自然に残っているお寺です。駅から歩いて向かう道は住宅が多く、東京の普通の街という印象でした。高い建物や大きな看板は少なく、人の声もそれほど多くありません。道を歩いているうちに気持ちが少しずつ落ち着いていくのがわかりました。お寺に近づくにつれて空気が変わるというより、自分の気持ちが静かになっていく感じがありました。入り口を通って境内に入ると、外の音が少し遠くなります。木が多く、地面はきれいに整えられていて、歩く音も大きく響きません。観光客の姿はありますが、話し声は自然と小さくなり、みんな周りの空気に合わせて行動しているようでした。ここでは、大きな声を出す必要がないことを、誰もが無意識に分かっているように見えます。境内を進んでいくと、歴史を感じる建物がいくつも並んでいます。新しく作られた感じはなく、長い時間をかけて守られてきたことが見ただけで伝わってきました。派手な色や装飾はありませんが、その分、落ち着いた美しさがあります。豪徳寺は見せる場所というより、残っている場所なのだと感じました。しばらく歩くと、招き猫がたくさん並んでいる場所に着きました。小さな招き猫が同じ方向を向いて静かに置かれていて、その数に少し驚きます。でも、不思議と賑やかな印象はなく、むしろとても静かで整った雰囲気でした。一つ一つの招き猫には、それぞれの願いや思いが込められているのだと思うと、自然と立ち止まって見入ってしまいます。写真を撮る人もいますが、急いで撮ってすぐ去るという感じではありません。みんな少し距離を取りながら、静かにその場に立っています。招き猫が有名な場所なのに、声が大きくならないのは、この場所全体が持つ空気のせいだと思いました。ここでは、楽しいよりも落ち着くという言葉の方がよく合います。招き猫の場所を離れて、さらに境内を歩いてみました。人の少ない場所に行くと、風の音や木の葉が動く音がよく聞こえます。その音を聞いていると、頭の中が自然と静かになり、考え事が減っていくようでした。特別なことを考えなくても、ただ歩いているだけで十分な時間になります。ベンチに座って、しばらく何もせずに過ごしてみました。スマートフォンを見る気にもならず、ただ前に広がる景色を見ていました。豪徳寺では、何かをしないといけないという気持ちが起きません。何もせずにいることが、ここではとても自然に感じられます。夕方に近づくと、境内の光が少しずつ変わっていきます。
昼の明るさとは違い、柔らかい影が増え、全体の雰囲気がさらに落ち着いてきました。人の数も少なくなり、静けさがはっきりと感じられます。その時間帯の豪徳寺は、とても深い呼吸をしているように見えました。帰る時間が近づくと、もう少しここにいたいと思いましたが、同時にこれくらいでちょうどいいとも感じました。長くいなくても短くても、この場所は必要なだけの静けさをちゃんと与えてくれます。豪徳寺で過ごした時間は強い刺激はありませんが、心の中に静かに残ります。豪徳寺は招き猫で有名ですが、それ以上に歴史と静寂が自然に共存している場所だと思います。東京にいながら音や気持ちを少し落としたいとき、この場所はとても大きな意味を持ちます。観光のためだけに訪れるのではなく、自分の時間を整えるために立ち寄りたくなる、そんなお寺でした。今日は新宿にある東京都庁展望室に行った時のことを話したいと思います。東京都庁と聞くと、仕事や手続きの場所というイメージが強いですが、その上にある展望室は、意外と知られていない静かな穴場スポットだと感じました。賑やかな新宿の中にありながら少し視点を変えるだけで、全く違う東京が見えてきます。新宿駅から歩いて向かうと、高いビルや人の多さに、いつもの東京らしさを感じます。周りは忙しそうで、足早に歩く人も多く、空気も少し重たいように思えました。でも、東京都庁の建物に近づくにつれて、その大きさと落ち着いた雰囲気に少し気持ちが切り替わります。入り口に入ると、外の音が弱くなり、空間が広がったように感じました。エレベーターに乗って展望室へ向かうと、数字が上がっていくのを見ながら、これから景色が変わるんだなと自然に意識します。エレベーターを降りた瞬間、目の前に広がる景色を見て、思わず足が止まりました。ガラスの向こうには、東京の街が遠くまで続いていて、建物が小さく見えます。さっきまで自分がその中を歩いていたとは思えないほど、景色が変わっていました。展望室の中はとても静かです。観光客はいますが、声は小さく、みんな窓の外をじっと見ています。写真を撮る人もいますが、長い時間、何もせずに景色を見ている人の方が多い印象でした。賑やかな新宿の真上にいるのに、こんなに落ち着いた場所があることに少し驚きました。窓の外を見ると、東京の街がきれいに広がっています。建物や道がはっきり見え、場所によっては自分が知っている場所も見つけることができます。でも、高いところから見ると、どれも同じ大きさに見えて、特別な場所と普通の場所の違いが少し小さく感じられました。その感覚がとても新鮮でした。天気がいい日には、遠くに山が見えることもあります。空気が澄んでいると、富士山の形がうっすら見えることがあり、その瞬間、ここが東京だということを忘れそうになります。都会の真ん中から自然を感じられるというのは、不思議でとても贅沢な体験だと思いました。しばらく景色を見ていると、頭の中が静かになっていきます。下にいるときは、人の動きや音に反応して気持ちが忙しくなりますが、ここではその必要がありません。遠くから街を見ることで、
自分の悩みや考え事も少し距離を置いて見られるような気がしました。展望室は無料で入れるので、気軽に立ち寄れるのも魅力です。特別な準備もいらず、時間が少し空いた時に行ける場所ですが、そこで見える景色はとても大きなものです。無料だからという理由で軽く考えていましたが、実際に来てみると、東京の見え方が少し変わりました。夕方になると、景色の色がゆっくり変わっていきます。空が少し暗くなり、街の明かりが一つずつつき始める様子はとても綺麗でした。昼とは違い、夜に近づく時間帯は、街全体が静かに息をしているように見えます。その変化を同じ場所から見続けられるのも、この展望室ならではだと思います。夜景がはっきりしてくると、東京の広さを改めて感じました。数えきれないほどの光が広がり、それぞれの場所で人の生活が続いていることがわかります。でも、高い場所から見ていると、そのすべてが落ち着いた一つの景色に見えてきます。そのまとまりが不思議と心を落ち着かせてくれました。東京都庁展望室は派手な観光スポットではありませんが、静かに東京を見つめ直せる場所だと思います。賑やかな街に少し疲れたとき、視点を上に変えるだけで、こんなに落ち着いた時間が持てるのはとても貴重です。ここで見た景色は、強くキクシーに残るというより、後から思い出したときに気持ちを軽くしてくれる、そんな存在になりそうです。東京の中にある静かな穴場絶景として、そっとおすすめしたい場所です。今日は東京の青山にある根津美術館を訪れた時のことを話したいと思います。東京の中心に近い場所にありながら、ここはとても静かで、時間の流れが少し変わるように感じられる場所です。アートを見るために来たはずなのに、気づけば庭園の空気や音に心がゆっくりと引き込まれていきました。入り口に近づくと、まず建物の落ち着いた雰囲気に目が向きます。派手なデザインではありませんが、線がきれいで、周りの景色と馴染んでいます。週に入ると、外の音が一気に弱くなり、空間が広がったように感じました。話し声は自然と小さくなり、歩く音も静かになります。ここでは、急いで動く必要がないことがすぐにわかりました。展示室を歩きながら作品を一つずつ見ていきます。難しい説明をすべて理解しなくても、形や色、空気を感じるだけで十分だと思えました。長く立ち止まって見ている人もいれば、少し距離をとって全体を見ている人もいます。それぞれの見方が許されていて、正しい見方を求められていない感じがとても心地よく思えました。しばらく展示を見た後、庭園へ向かいました。ガラスの向こうに緑が見えた瞬間、気持ちが少し和らぎます。外に出ると、都会の中とは思えないほど静かな空間が広がっていました。木や石、水の配置がとても自然で、作られた庭でありながら、無理をしていない印象です。歩くたびに、足元の音や風の動きがはっきりと感じられました。庭園の中をゆっくり歩いていると、時間を気にする気持ちが消えていきます。ベンチに座って何もせずに景色を見ている人も多く、誰もそれを不思議に思いません。スマートフォンを見ている人も少なく、みんなこの場所の静けさを
そのまま受け取っているようでした。ここでは、何かを考えるより何も考えない方が自然です。池のそばに立つと、水の動きがとてもゆっくりに見えます。風が吹くと、水面が少し動き、その変化を見るだけで、心が落ち着いていきました。庭園の音はとても少なく、遠くの町の音はほとんど聞こえません。東京の中にいるのに、別の場所に来たような感覚になります。再び館内に戻ると、先ほど見た作品の印象が少し変わっていることに気づきました。庭園で過ごした後だと、作品の静けさや空間の広がりがよりはっきり感じられます。アートと庭園が別々のものではなく、一つの流れとしてつながっているように思えました。根津美術館では、たくさん見ることより、ゆっくり感じることの方が大切だと感じます。全部を理解しようとしなくても、正しい答えを見つけなくてもいい場所です。ただ、静かな空間に身を置いているだけで、気持ちが少し整っていきます。外に出ると、また東京の日常が戻ってきますが、急に現実に引き戻される感じはありません。庭園の静けさが体の中に少し残ったまま、ゆっくりと街に戻っていくような感覚でした。歩くスピードも来た時より少し遅くなっていることに気づきます。根津美術館はアートが好きな人だけの場所ではないと思います。静かに過ごしたい人、考え事を少し休ませたい人にとってとても優しい場所です。展示と庭園、そのどちらかだけでも意味がありますが、両方を行き来することで、ここでの時間はより深くなります。東京の中で、こんな風に静かに呼吸できる場所があることを、改めてありがたく感じました。根津美術館は、アートと庭園が一緒になって、心をそっと落ち着かせてくれる、特別な空間だと思います。今日は東京を走る路面電車、都電荒川線に乗った時のことを話したいと思います。東京にはたくさんの電車がありますが、都電荒川線はどこか特別な目的地へ早く連れて行く電車ではありません。むしろ乗っている時間そのものが旅になる、そんな電車だと感じました。駅に向かう前から今日は急がなくていい一日だと自然に思えていたのを覚えています。ホームに立つと車両は大きすぎず静かにそこに止まっていました。新しい電車とは違い、どこか昔の雰囲気が残っていて、その姿を見るだけで気持ちが少し緩みます。ドアが開き、車内に入ると混んでいる感じはなく、人の動きもゆっくりでした。通勤電車のような緊張感はなく、みんなそれぞれの時間を過ごしているように見えます。電車が走り出すと、すぐに窓の外の景色が近く感じられました。高い場所を走る電車ではないので、家や店、人の顔まで見える距離です。車や自転車がすぐ横を通り、信号の音や街の音もそのまま耳に入ってきます。移動しているというより、街の中をゆっくり通っているという感覚でした。停留所に止まるたびに少しずつ景色が変わっていきます。大きな変化はありませんが、店の種類や建物の雰囲気、人の様子が少しずつ違います。その小さな変化を見ているだけで、知らない街を旅している気分になりました。降りる場所を決めていなくても不安はありません。
どこで降りてもきっと歩いて楽しめそうだと思えます。車内ではスマートフォンを見ている人もいますが、ずっと外を見ている人も多い印象でした。景色が近いので自然と目が外に向かいます。急いで情報を見なくても窓の外を見ているだけで時間が過ぎていきます。こうした時間は普段の生活ではなかなか作れません。途中で住宅が多い場所を通ると生活の音がよく聞こえてきました。洗濯物が揺れていたり、店の前で話している人がいたり、その一つ一つがこの街の日常なのだと感じさせてくれます。観光地のように見せるための景色ではなく、そこにある景色を見ている感じがとても心地よく思えました。電車は速くありませんが、その遅さが気になることもありませんでした。むしろ、この速さだからこそ、周りの様子がよく見えます。信号で止まる時間さえも、落ち着いた間のように感じられました。急いでいない時の移動は、こんなにも優しいものなのかと少し驚きました。しばらく乗っていると、どこまで行こうかという考えも消えていきました。終点まで行く必要もなく、途中で降りる理由もありません。ただ、今この時間を過ごしていること自体が十分だと思えます。旅というのは、必ずしも遠くへ行くことではないのだと、都電荒川線に教えられたような気がしました。夕方になると、窓の外の光が柔らかくなり、街の色が少しずつ変わっていきました。家の影が長くなり、店の明かりが一つずつつき始めます。その変化を同じ席からずっと見ていられるのは、とても贅沢な時間です。電車の中にいながら、一日の終わりを感じられました。降りるとき、特別な達成感はありませんでした。でも、いい時間だったなという静かな満足感が残っていました。都電荒川線は、目的を持って乗る電車ではなく、気分で乗ってもいい電車です。どこへ行くかより、どう過ごすかを大切にできる移動だと思いました。都電荒川線に乗るだけで、東京の見え方が少し変わります。忙しい街の中にも、ゆっくり進む時間がちゃんと残っていることに気づかされます。遠くへ行かなくても、特別な準備をしなくても、旅のような気分になれる。その優しさが、この電車の一番の魅力だと思います。東京の日常の中に、そっと旅を置いてくれる存在として、都電荒川線はとても大切な路線だと感じました。